進水式。それは新しい船が初めて海に浮かぶ瞬間、完成を祝う華やかな式典であり、船に命が吹き込まれる儀式でもあった。この日、海へと送り出されたのは日本最大級の空母信濃。大和型戦艦の3番艦として建造され、戦況の変化により空母へと改装された巨大艦であった。見守る人々の歓声の中、信濃のドックは静かに注水された。しかしその進水式では誰もが予想しなかった事故が起きた。1944年10月8日、この日信濃は初めて海に浮かんだ。だがそのわずか50日後、11月29日、紀伊半島沖、未完成のまま開港中だった信濃は米潜水艦アーチャーフィッシュの魚雷を受け沈没した。日本最大の空母として誕生しながら、海に出てから一度も艦載機を発艦させることなく、その生涯を終えたのだった。事故を起こしてるんですよ。それは進水式ってやるんですよね。そのドックで作ったやつはロープをこう切ると滑り落ちるね、海にダーッと。とか信濃はドックの中ですから、ロープを切っても一人では動けない。そのためにどうするかと、まずドックに水を張る必要があるんですね。そのドックっていうのは、ドックを作ってから一度も開けたことがないわけだ。それで、手順の違いがあったのかどうかわかりませんが、悪いことに水を最初に、入れてしまったんですね。そのために蓋が空んぽだったからで、そこに水を入れ、どっかなんか水入ったもんですから、一人で浮いちゃったんですね。浮いたら、途端にドーッと入って、ドックの底にあった空母が浮いたっていうことですね。それで、ちょうど私たちは進水式やるために、船の前の方にいたんですよ。制服を着て。嵐の日だったなぁ。とにかく猛烈な雨降ってる時。テントが張ってあってね。で、我々は見えるんですよ。遠くだったけどね。もう、その前に船が浮いて、バリバリっていうのは、外からの配線ですね、明かりのとか、ホースなんかいっぱい繋がってましたので、そういうやつを一斉に切り始めて、そして、音を立てながら前に。で、前に完璧にぶつかった。当然下がりましたよね、ぶつかったから。で、後ろにもたもたしていたどっかの蓋を、後ろで蹴っ飛ばして、蓋が自力でなく信濃に押されて遠くまで行っていたと。こういうことです。それで、雨の中、そんなことあっても進水式やらざるを得ないから、偉い人が来てるんですよ。開業しようから。で、偉い人が命名するわけだ。それまで115巻。で、その時初めて115巻を信濃と命名すると言って、ロープを切るわけ。手順だと。信濃は自力でね、スクリューを回しながら出ることになっていたんですよ。切ってももうどうにもならないね。ただ、あれだけは、シャンペンかなんかは流したみたいですよね。ロープの先につけて。遠くから見えたんですよ。動きもしてね、細いロープを切ってんの。一応型通りにはやったみたいですけどね。名前を言って。
はい、ですね、衝撃で、いろんな事故が起きてるんですよ。こういうの方々がどっかの中落とされたとか、そういうことで、とにかく船行ってもしゃないからね。ところがもう状況が全く違ってましたんで、もう船が浮いたらまさに陸との間が出てましたからね。だから私も陸にどうやって上がったのか記憶ないですね。おそらく別なはしごをかけたんじゃないでしょうかね。陸との間に。そしてとにかく元に船を戻して蓋を閉めて、で水を抜いて、で何時間水を抜くだってかかりましたからね。ただ抜いたんじゃ船倒れるからね、水の流れちゃうから。だから養生しながら船を倒れないように両側で縛るものを縛ったり、あるいはですかなんかで支えながら水を完全に抜いてから修理にかかった。で、前と後ろが壊れてますんでね。で特に前の方は完全に壊れましたね。船でご説明のように舳先がこうあった下はもっと出てるんですよ。こういうふうに。そこがビシャンといった。ですからこれの修理に聞くところによると、なんかそこにソナーかなんかあったんじゃないでしょうかね。こう出てるところ。それの修理に半月以上かかったんじゃないですかね。東京湾に出るときは、ほとんどの部分は可能なようには出来上がっていたと。ただし、未完成ですから、それでもう一回やることになった部分が結構あるんです。そのために公園が載っていたんですからね。こういうの方々も。我々分からない部分がありますからね、まだ。我々は、ね、工事するために乗ったんじゃないもの。通信するために乗ってるわけですから、公園の方々はよく知ってるわけですね。だから、それぞれ専門の公園の、いや、どのぐらい海運交渉から乗ったから分からないんですよ。それが、その辺が問題だと思うんですね。パーンっていうね、音で、宣伝放送ですね。それ入ってまして、モータルのような流れていましたね。